世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。日本が海外へ進出した市場で10年前と比べて4倍ほども成長を遂げているものは何か、皆さんご存知ですか？それは日本が誇るグローバル文化であるアニメの市場です。アニメ産業レポート2021によると、コロナ禍によるアニメ制作現場の逼迫により、日本国内のアニメ市場規模はデータのある2000年以降で初めて2年連続の市場縮小となっていますが、海外市場においては前年比 103% となり、国内の市場規模1兆1867億円に対して海外では1兆2394億円と初めて国内市場を上回ったそうです。世界に広がり続ける日本のアニメ。それゆえに世界的に有名なある問題についても取り上げられることが多いようです。今回ご紹介するのは、外国人が気づいた日本アニメに存在しないものという話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画は今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。以前、とある外国人がサイトの掲示板にある疑問を書き込み話題になっていましたので、まずはその内容をご紹介します。僕は漫画やアニメが大好きで何度も見ているんだけど、あることに気づいてちょっと悩んでるんだ。それは黒人の存在について。なんでアニメや漫画では黒人が書かれていないんだと思う？日本では書くことはタブーなのかな？売り上げに影響するとか？日本人が人種差別主義者で黒人を書かないのだとしたら、僕は本当に悲しい。以上が書き込まれた内容です。この書き込みは2017年のものであり、彼がどの作品について語っているのか明確ではありませんが、どうやら彼が目にした作品たちには黒人は登場していなかったようです。まずはこの投稿に対する海外の人々の反応を見ていきましょう。海外の反応。日本人は何らかの理由で黒人が好きじゃないんだよ。その理由を教えてやろう。インクの使用量が増加してしまうからだ。手間を削るのは漫画家の鉄則だから。他国の人に対してあなたの人種をわざわざ登場させてくれと言ってるの？それは強制できることではないんじゃない？なぜアニメにトルコ人がいないんだ？俺は深く傷つき怒っている。日本人がトルコ人を差別するなんて。トルコ人の僕がこう言ったら君はどう思う？俺はフィリピン人だけど、アニメにフィリピン人が出てこないなんて文句を言ったことはない。というか、そんな考えに至ったことがない。アニメは日本人による日本人のためのメディアだからさ。それなら、アニメのグローバル化が進んだら、人種的多様性を維持しなきゃいけなくなるってことじゃない？それは困る。日本のアニメは多様性がないからいいんだよ。政治やしがらみを忘れて純粋にいいストーリーを楽しめるから。彼の持った疑問は事実だよ。日本は民族主義国家だったんだ。日本に人種差別問題があるのは確かだ。でもアニメの世界に対してその話を持ち込むのはおかしくないか？西洋の多文化主義の基準を当てはめようとするから話が噛み合わなくなるんだよ。アニメの舞台は日本であってアメリカじゃないんだぞ。アメリカのメディアに日本人が登場しない理由はなんだ？人種差別か？違う。ほとんど日本人がいないからさ。それと同じだよ。日本の田舎じゃ黒人に出会う確率は極めて低いよね。少ないとは言うけど、実際日本にはどれくらいの人数の黒人が住んでいるの？詳しい数字はわからないけど、日本が移民や難民の受け入れに積極的な国じゃないのは有名な話だよ。人口の 90% 以上が日本人で構成されていて、0.6% ほどが韓国人か中国人。黒人は少数点以下だと思うよ。日本のアニメに黒人がいないわけじゃないよ。僕はいろいろな作品を見ているけど、多くはないが確実に存在する。
まあ出てくる黒人のほとんどはボクサーかファイター、ヒットマンの類だけどね。つまりステレオタイプが強すぎるんだ。彼が納得いかないのはそこだと思う。肌が黒っぽいキャラはたくさんいるけど、別に黒人ではないし、肌が白いからって白人ではない。アニメのキャラはアニメの国の人でしょ。金髪で目が青い。それはもはや白人だろう。日本人は白人至上主義で、白人への憧れが強いんだよ。舞台が日本じゃないアニメなら結構黒人もいるわよ。例えば、ブラックラグーンとかカーボーイビバップとか。なぜアフリカのメディアにアジア人が出てこないんだ？人種差別だ。少なくとも日本人はこのセリフを言わないだろう。日本には日本の文化があるってことをみんなちゃんと理解した方がいい。黒人を恐れているんだ。以前日本人にインタビューしていた動画を見た記憶がある。黒人ってどんなイメージ？という質問に対し、背が高く強い、そしてスポーツがうまいと答えていたよ。それは日本に黒人が少ないからだわ。人種差別とかそういうことじゃなくて、本当にほとんどいないのよ。だからステレオタイプが強いのもうなずける。以上が海外の人々の反応でした。差別しているわけではないと諭す意見も多くありましたが、黒人キャラに対する固定概念の強さを感じる人は多いようです。日本のアニメにも黒人キャラは存在しますが、それほど多くないのはやはり日本人にとって黒人が日常的なほど身近な存在ではないからでしょう。触れ合う機会が少ないがためにどうしても固定観念が変わらないのも致し方ないと言えるかもしれません。しかしグローバル化が進み、アニメが世界的に認められ、強い発信力を持った現代において、知らないから仕方ない、日本の作品だから仕方ないでは人種差別に加担していることになりうるようです。ここからは彼らの思いについてもう少し触れていきましょう。現在アメリカに住む黒人のほとんどが16世紀から19世紀にかけ、母国アフリカから強制的に奴隷として連れてこられた人々の子孫と言われており、1863年に憲法改正で奴隷解放宣言が制定されても、アメリカの歴史には常に白人優越、黒人蔑視の意識が根底にありました。学校、トイレ、公園などの至るところに白人専用と黒人専用の表示板が掲げられていた時代を経て、歴史的な差別を償うための積極的優遇措置の実施。これらは黒人が教育、就職、社会政策などのあらゆる面で政府から優遇措置を受けるというものですが、一部の白人は逆差別、つまり白人を差別するものだと批判し、事実、差別を助長する結果になっているとも囁かれています。黒人男性を労働市場の主流から締め出すなど、彼らの努力を封じ込め続けた経済システムにより、未婚の黒人女性が増え、その子供は貧困がゆえに、いわゆるスラム街のギャングの世界へと行かざるを得ないようです。黒人の犯罪率が人口比よりも極めて高い理由は、教育を受けられない環境の多さや、これまでの人生で味わわされた屈辱や差別への怒り、また警察官による偏見も大きいとも言われています。そして犯罪率が高いという黒人に対し、白人が必要以上に警戒心を持つことで、社会全体に対する不信感や一種の被害妄想意識は黒人層に広がり続けているそうです。戦後、白人の価値観の影響を強く受けた日本人は、西洋諸国での自国の曖昧な立ち位置を強化するため、アメリカでの黒人差別をもとに黒人を敵のように位置づけたとされていますが、現代の日本人は黒人差別については全くの無意識という人がほとんどかもしれません。しかし、先日した通り、関わりを持とうとしない中立の立場は、そのつもりがなくとも差別状態の持続に加担することになり、懸命に努力を続ける黒人にとって差別の厚い壁はとても大きな傷となることを日本人はもっと理解し、その痛みへ敏感になるべきなのかもしれません。しかし、今回ご紹介した投稿から5年が経過した現在、アニメが世界的に人気を博していることは日本の間でも周知の事実で、制作者側も確実に意識しており、現代の日本アニメには黒人が描かれる機会も増えています。
そんな黒人キャラクターに対して多様性や現実性、そして敬意を感じるといった声もとても多く上がっているのも事実です。制作者側は見る側が多様化しているという意識を持ち、最大限の配慮をするべきかもしれませんが、生みの親である作者の気持ちを無下にしてはいけないとも感じます。皆さんはどう思いますか？日本には存在しない派手な髪色や目の色、そして肌の色。想像の世界だからこそ作者から生み出され、それぞれが自由だからこそ魅力的なキャラクターたち。アニメはあくまでアニメの世界であり、この世界の住人に対し人種とは何かと問う日本人は少ないでしょう。日本に限らずどんな文化にもそれぞれ独自の歴史や特徴があります。そして差別を受けているのは決して黒人だけではありません。アジア系住民に対するヘイトクライムは人々の不安が煽られたコロナ禍で浮き彫りになり、ニュースでも多く取り上げられるようになりました。海外に住む多くのアジア系の人々は生まれた国でよそ者として扱われるなど非常に多くのトラウマを抱えているそうです。つまり昔から続く差別やトラウマをじっと黙って耐え続けていたから問題にならなかっただけで、近年問題になるずっと以前からアジア系住民に対する差別は存在していたのです。アニメをきっかけにアジア系の人々に対する差別についても世界がもっと関心を持ってくれるよう、そしてアニメのように広い世界で広い視野を持って人々が優しく触れ合える、そんな世界になってほしいですね。人種差別は私たちが思っている以上に根が深いんですね。誰もが公平に扱われる世の中になることを願いたいです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。